皆さん、こんにちは。ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらさん、最近、日本に遊びに来る外国人の友達がすごく増えたんですが、みんな同じことを不思議に思うみたいなんですよ。どんなことを？日本の見えないルールについてです。法律じゃないのにみんなが守っている暗黙のルールのことですね。なるほど。日本には確かにそういう空気みたいなルールがたくさんありますね。ええ、私も最初日本に来た時は戸惑うことがたくさんありました。今日はその中でも特によく聞かれる2つの謎について話したいと思います。面白そうですね。どんな謎ですか？1つ目は電車の中がなぜあんなに静かなのか。2つ目は街の中にどうしてゴミ箱がないのかです。どちらも日本人にとっては当たり前になっていることですね。でも、外から見ると不思議かもしれません。そうなんです。今日はその理由や私たちがどう感じているかについてゆっくり話していきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは電車のことですね。私初めて東京で満員電車に乗った時本当にびっくりしたんですよ。びっくり？人が多すぎてですか？もちろん人も多いんですが、それ以上に音がないことに驚いたんです。あんなに人がたくさんいるのにみんな静かで、電車の走る音しか聞こえなくて、あはは、確かに。みんなスマホを見たり寝たりしていて、おしゃべりしている人は少ないですね。ええ、私の国だったら、電車の中って友達と楽しく話したり、電話で喋ったりするのが普通なので、最初は何か起こっているのかなって少し怖く感じました。怒っているわけじゃないんですよ。ただ、電車は公共の場所だから、自分の家のように振る舞ってはいけないという意識が強いんです。そうですよね。それに日本では電車の中で携帯電話で話すのはマナー違反だと言われますよね。あれはいつからなんですか？携帯電話が普及し始めた頃からですね。ペースメーカーなどの医療機器に影響があるかもしれないという理由もありましたが、今は単純に他人の迷惑になるからという理由が大きいです。なるほど。でも友達同士で少し話すくらいならそんなに迷惑じゃないと思うんですが、どうしてあんなに静まりかれているんでしょうか？日本人は特に他人の時間を邪魔しないことを大切にするからかもしれません。電車の中って本を読んだり考え事をしたり疲れて寝ていたりする人が多いですよね。確かに、仕事帰りで疲れている人が多いから、静かな環境を守りたいという気持ちがあるんですね。そうですね。だから大声で話すと周りが見えていない人だと思われてしまうんです。私は最近すっかり慣れましたけど、たまに外国人の友達が電車で大きな声で話していると少しハラハラしてしまいます。静かにしてって目で合図したりして。ゆいさんもすっかり日本の空気に慣れましたね。でも周りが見えていないと思われるのが怖いという気持ちはわかります。日本には人に迷惑をかけないという文化が根強いですよね。ええ、人に迷惑をかけるなというのは、日本人が子供の頃から親や先生に一番よく言われる言葉の一つです。そうなんですか？だからあんなに周りの目を気にするんですね。でも正直に言うと、たまに窮屈に感じることもありませんか？ありますよ。私だってたまには電車の中で少し大きな声で笑いたい時もありますし、でも誰か一人でも不快に思うかもしれないならやめておこうと考えるんです。そうですね。その誰かが不快に思うかもしれないという想像力があの静かな空間を作っているんですね。はい。でも最近は少しずつ変わってきている部分もありますよ。休日の電車なら家族連れや友達同士で普通におしゃべりしている人も多いですし。
あ、それは感じます。通勤ラッシュの時のピリピリした空気とは全然違いますよね。そうそう。TPO、つまり時間や場所、状況に合わせてルールが変わるんです。そこがまた外国人にとっては難しいところかもしれませんね。本当に難しいです。ここでは話してもいいのかな？どのくらいの声ならいいのかなって最初の頃は探り探りでした。ゆいさんはどうやってその感覚を身につけたんですか？ひたすら人間観察です。周りの人が静かにしていたら私も静かにする。周りが笑っていたら私も笑う。そうやって少しずつ空気を読む練習をしました。素晴らしいですね。それが日本の見えないルールを理解する一番の近道だと思います。まあ今では電車の中で静かに本を読む時間が私にとってもリラックスできる時間になりましたけどね。それは良かったです。日本の電車は静かだからこそ快適だと感じる人も多いですからね。ええ、本当にそう思います。じゃあもう一つの謎、街にゴミ箱がないについて話しましょうか。これも旅行に来た人が 100% 言いますね。ゴミを捨てたいのにどこにもゴミ箱がないって。絶対言われますよね。ゆいさんも最初は困りましたか？すっごく困りました。タピオカミルクティーを飲み歩きした後、空のカップを捨てる場所がなくて、ずっと手に持ったまま歩き回ったことがあります。それは大変でしたね。最終的にどうしたんですか？駅の自動販売機の横にペットボトル専用のゴミ箱があったんですが、プラスチックのカップは捨てられなくて、結局家に持ち帰りましたよ。家までですか。でもそれが今の日本のスタンダードなんですよ。自分のゴミは自分で持ち帰るというのが基本のルールになっています。でも昔からこんなにゴミ箱がなかったわけじゃないですよね。ええ、実は昔は駅や公園、街角のあちこちにゴミ箱がありました。でも、ある事件をきっかけに急に撤去されてしまったんです。事件ですか？それは知りませんでした。何があったんですか1995年に地下鉄でテロ事件がありましたよね。その時、ゴミ箱の中に危険なものが隠されるかもしれないという理由で、防犯のためにゴミ箱を減らしたんです。ああ、なるほど。安全のための対策だったんですね。それは納得できます。そうなんです。ただ、その後もゴミ箱があまり戻らなかったのには別の理由もあるんです。別の理由、テロ対策だけじゃないんですか？はい。実は、家庭のゴミをわざわざ町のゴミ箱に捨てに来る人が増えて、管理がとても大変になったという問題もありました。家庭のゴミを？それはマナーが悪いですね。そうなんです。だから自治体や駅の管理者もゴミ箱がない方が街がきれいになると考えたんだと思います。確かにゴミ箱があふれて周りが汚くなっているよりは、ゴミ箱がない方が街全体はきれいに保たれている気がします。日本の街は本当にきれいですから。そう言ってもらえると嬉しいです。でも旅行者にとってはやっぱり不便ですよね。不便ですね。だから私は友達が遊びに来るときは必ず小さなビニール袋を持ち歩いた方がいいよとアドバイスしています。それはとてもいいアドバイスです。私たち日本人もカバンの中にゴミ袋を入れている人は多いですよ。そういえばコンビニには大抵ゴミ箱がありますよね。あれは本当に助かります。コンビニのゴミ箱は便利ですよね。ただあれも基本的にはそのコンビニで買ったもののゴミを捨てるためのものですから、ルールを守って使う必要があります。そうですよね。外から持ち込んだゴミを大量に捨てるのは良くないですよね。はい。それに最近はコンビニでも店内にゴミ箱を移動させているところが増えています。外に置いておくとやっぱり家庭ゴミを捨てられてしまうからです。なるほど。みんながルールを守らないとどんどん不便になってしまうんですね。その通りです。だからゴミを持ち帰るという新しいマナーがみんなの意識の中で定着していったんだと思います。自分の出したゴミに責任を持つ
ということですね。最初は驚きましたけど、慣れてしまえば当たり前のように思えます。ゆいさんもすっかり日本流の生活スタイルが身についていますね。今ではカバンの中に小さなゴミが溜まっているのが普通になりました。それは少し整理した方がいいかもしれませんね。今日は電車とゴミ箱について話しましたけど、こういう見えないルールって知らずに破ってしまうと冷たい目で見られるから外国人は緊張するんですよね。そうですよね。ルールが多すぎて日本は疲れると感じる人もいるかもしれません。私も最初の頃は失敗しないようにずっと気を張っていて、少し疲れてしまった時期がありました。それはどうやって乗り越えたんですか？完璧にできなくてもいいと思うようにしました。ルールを知ろうとする姿勢を見せれば、日本人の皆さんも優しく理解してくれることに気づいたんです。それは大事なポイントですね。私たちも外国から来た人が日本の習慣に戸惑うのは当然だと思っていますから。本当ですか？電車で少し話しちゃっても多めに見てくれますか？もちろんです。悪気がないのはわかりますから。ただ、もし誰かに注意されたら、ごめんなさい、知りませんでした、と素直に謝れば、誰もそれ以上怒ったりしませんよ。それを聞いて安心しました。見えないルールは人を縛るものじゃなくて、みんなが気持ちよく過ごすための思いやりなんだって考えると受け入れやすくなります。まさにその通りです。ルールそのものが大事なのではなくて、その背景にある周りの人への配慮が日本の文化の根っこなんですね。だから日本に来る人にはルールを怖がるんじゃなくて、その背景にある文化を楽しんでほしいなと思います。わからないことがあれば、周りの日本人に聞いてみるのもいいですね。コミュニケーションのきっかけにもなりますから。そうですね。私ももっといろいろな日本のルールについて知りたいので、またあきらさんに質問しますね。はい。いつでも聞いてください。私の答えられる範囲でわかりやすく説明しますよ。ありがとうございます。頼りにしています。さて、そろそろお別れの時間ですね。今回は日本の見えないルールについて話しました。電車が静かな理由も、街にゴミ箱がない理由も、どちらも他の人への思いやりや安全が関係していることが分かりました。そうですね。一見すると不思議な習慣でも、理由を知ると少し納得できるのではないでしょうか。はい。リスナーの皆さんも日本に来た時に、あれ？と思うことがあったら、ぜひその理由を考えてみてくださいね。今日の話が少しでも皆さんの日本語学習や日本文化の理解の役に立てば嬉しいです。もし今日のポッドキャストを楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。皆さんの応援が私たちの励みになります。それから私たちが今日話した内容のスクリプトはコメント欄の一番上に固定してあるリンクからダウンロードできます。そうなんです。漢字の読み方や意味を確認しながら、もう一度ゆっくり聞いてみてくださいね。実際に私たちが話している言葉を見ることで、もっと自然な日本語が身につくと思いますよ。ぜひ活用してくださいね。それでは今日はこの辺で。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さよなら。